何度描いても木に見えない。葉っぱはどれくらい描き込んだらいいの？ペンダコ。ボンジュールトゥルモン、モアッセペンダコ先生。今日は漫画らしく木を描く方法を紹介します。実は漫画とイラストでは木を描くときに気をつけるべきポイントが少し違います。この動画では漫画スタイルで木を描くときのコツを紹介します。それを応用すればこんな茂みだって簡単に描けるようになりますよ。あなたの絵柄に合わせて描き方を選べるようにいくつかのバリエーションを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。おかげさまでチャンネル登録700人に到達しました。皆さん本当にありがとうございます。たくさんのメッセージもありがとうございます。なかなか全てにお返事するのは難しいです。しかし動画のコメントはできるだけお返ししようとしています。年内に登録者1000人を目指していますので応援よろしくお願いします。アローセッパーティ。ペンダでは早速誰でも描ける簡単な木を描くためのコツを解説します。まずは木の形を描くときに気をつけることから。漫画では白黒だけでどうやって葉っぱのボリュームを表現するかに目が行きがちです。しかしそれは一旦横に置いといて、まずはシルエットに注意して描いてみましょう。実際に書き順に沿って解説していきますね。最初は幹と枝。よくありがちな間違いとしてついつい Y 字型に枝を伸ばしてしまいがちです。そうすると単純な形になってしまい逆に不自然になってしまうんですよね。対処法としてこの2つを意識して枝を伸ばしましょう。同じところから複数の枝を生やしてみる。枝の太さを変えたり角度に変化をつけましょう。これに気をつけるだけで不自然な形を避けることができます。木の幹のディティールを描くときは直線を使わないようにしましょう。曲線を使って幹のねじれを表現しましょう。表面の疾患を表現するのには曲線のタッチを加えるといいです。木の表面はデコボコしているので線を途切れさせたりガタつかせてみましょう。次は葉っぱを描いていきます。丸を描いて葉っぱのシルエットの当たりを取る方法がありますよね。私の場合はひし形や長方形を使って当たりを取る方法をおすすめします。このやり方のメリットは立体感を気にせずシルエットを取るのに集中できること。四角とひし形を使って葉っぱのシルエットを描くことができたらアウトラインを引きましょう。最後に葉っぱの下側にも四角に沿ってディティールを加えます。こうすることで簡単に木を描くことができました。ペンダさて白黒で葉っぱのボリュームを表現するのにはどうしたらいいでしょうか。大事なのはズバリ影で立体感をつけること。基本の影にベタを塗るやり方から紹介します。光が当たらない一番暗くなりそうな葉っぱの下のあたりに影を加えてみましょう。枝より奥の葉っぱも黒く塗りつぶしてみました。こうすることで手前の葉と奥の葉、その中間に枝というように奥行きを作ることができます。葉っぱを全部描き込まなくてもボリューム感のある木が描けましたね。この基本の方法はこんな時に使えます。小さな木を描く時や夏の光のような強い光を表したい時におすすめです。この葉っぱのボリューム感を表すためのいろんな方法をいくつか紹介します。斜線を使う、
ベタでは濃すぎる、重すぎると感じる場合は斜線を使えます。ベタに比べて柔らかな印象になりますね。線は均等に引き、大きな隙間ができないように気をつけましょう。斜線の向きは斜め、縦の3種類から選ぶことをお勧めします。ベタと斜線を両方使う。ベタと斜線の両方を使って密度を増す方法もあります。奥の影はベタ、手前の影は斜線といった風に使い分けることで奥行きを表現しながら密度を増やします。さらにトーンを使って葉っぱの固有色を表現する方法。トーンを貼る場合は中間から少し濃いめのトーンを選んで貼りましょう。はい、ここまで影で立体感を出す方法を紹介してきました。実はそれに加えてプロはあえて立体感を表現しない方法も使っています。どんな処理があってどんな時に使うのか、そんなプロのテクニックをちょっとだけ紹介しますね。何もしない、主題を際立たせるためにあえて処理を単調にすることがあります。この場合は線の綺麗さがクオリティに直結します。なので均等な太さの線で丁寧に描くことを心がけましょう。アウトラインにトーンだけ貼る。中間の背景を描くときに役に立ちます。ベタで全部塗りつぶす。手前のキャラクターやオブジェクトを目立たせたいときにうまく機能します。以上の紹介した処理を組み合わせることであなたもいろんなシーンを描くことができるようになりますよ。最後におまけとして木の描き方を応用した茂みの描き方を紹介します。一度覚えてしまうと今後自然の背景を描くのにとても役立ちますよ。茂みの描き方も基本は木と一緒です。順番に解説していきましょう。まずひし形と長方形を使ってシルエットの当たりを取ります。当たりができたらアウトラインの形を整えながら清書します。当たりに描いた四角やひし形の角や辺を目安にして葉っぱのディティールを描き加えましょう。形ができたら木と同じく影の処理をして立体感をつけましょう。茂みで注意するポイントは根元部分です。根元部分には葉っぱでできた影を描き込みましょう。葉っぱのボリュームを表すいろんな方法は木で紹介したものと同じ方法が使えます。ダイジェストでお見せしますね。ベタ、斜線、ベタと斜線、トーンを貼る。何もしない、トーンだけ貼る。ベタで塗りつぶす。これも自分の絵柄に合わせて好きな処理を選んでみてくださいね。今回は漫画らしい木と茂みの描き方を紹介しました。シルエットに注意して立体感を影で表現しましょう。皆さんもぜひ自分の漫画で試してみてくださいね。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してみてください。皆さんの漫画制作に役立てたら嬉しいです。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。アビアント。